どうもこんばんは、ゆうちです。またしても動画の投稿が遅くなりましたね。大変申し訳ございません。だがしかし、遅くなったということは、今回はミキシング動画になります。このチャンネルは、決して美少女だけではなく、ガンプラなどにもいかがわしいことをしていきます。なので、エッチだけではなく、かっこいい機体を見たい方は、チャンネル登録よろしくな。今回作っていくのは5スターに登場するレッドミラージュ。今回はこいつを清らかな気分で作っていくよ。だが視聴者の中にはゆちよそんな真面目なものを作って大丈夫なのかって思っている人もいると思うけれど大丈夫。 D と L のサイトを巡回しながら頭をマッピング。それでは少しだけプラモの紹介していきます。やはり5スターのモーターヘッドかっこいいですね。ガンプラにはないオンリーワン造形控えめにいって最高。しかしながらこのキット問題点が結構多い。それが接着剤が必須。バンダイのガンプラはもう変態技術ですから、ちょっともうあれは例外。ガンプラと違ってパーツがスッとはまらないので、接着剤だけじゃなくてピンバイスとかヤスリとかなんかいろいろ必要ですね。しかしながら後での塗装とかも考えるとあんまりがっちり止めると大変になっちゃうので、ミスターセメント特用でちょん付けしながら組み立てていくとちょうどいいです。これなら後で分解もできる。もう一つが動かないんだよ。全く動かないというわけではないのですが、動かそうとすると大体どこかしらのパーツが取れるし、可動域も狭い。だがそれじゃ満足できないじゃん。というわけで前々からちょっとずつパーツ取りしていたインフィニットジャスティスとミキシング、映画と漫画ジャスティスとレッドミラージュツの攻撃を再現していこうと思う。本当はインフィニットではなくイモータルとミキシングする予定だったんだけどね。映画を見終わったら作る気が失せちまって、おかげで予定になかったフリーダムとエンゲージを急にミキシングしちまったじゃねえか。どれだけ時間かかってると思ったんだよ、このイモータルジャスティスめが。全部イモータルジャスティスが悪い。でも民間人を守って戦ったところは100点。しかしながらインフィニットジャスティスもパーツ取りをして半壊しているので、ちょいちょいイモータルからパーツをいただきながらレッドミラージュを作っていこうと思う。では行こう。今日は腰はインフィニットジャスティスをベースにします。ただ前面のスカートはイモータルジャスティスを程よく切り、レッドミラージュのパーツに接着。少し味付けしてからインフィニットジャスティスの腰に取り付けます。後ろの装甲はインチャの上部の部分だけ残し、裏面からレッドミラージュの装甲を貼り付けます。ただこれだけだと寂しいので、レッドミラージュの後ろの部分の腰パーツをうまく切り取って移植したのがこんな感じ。最後に両サイドの装甲、横の装甲は先端のパーツを移植していきます。なのでまず余分なところを切り落とし、ヤスリで段差を作ります。さらにレッドミラージュのパーツの方にも段差を作ってから接着します。こうすることにより接着面積が大きくなり、よりがっちり接着できます。さあどんどんいきますよ。次は上半身にはイモータルジャスティスをベースにします。しかしファトゥムを装備したいので、なんとか切り張りして忍者のバックパックを移植。ただこれだけだとただのジャスティスなので、バックパックにはレッドミラージュの頭を味付け、エンゲージのミキシングルに続いてレッドミラージュも頭をバックパック。正直大きさがすごくちょうどいいんだよ。お次に腕周り、肩はイモジャをベースにします。足首で使わなくなったボールジョイントを肩に移植し、さらにレッドミラージュの背中で使わなくなったパーツを移植。このパーツがしっかり接着するまでに、イモジャの足首パーツにレッドミラージュの装甲をミキシング。さらにレッドミラージュの余剰パーツでいい感じのパーツがあるので、関節ががっちり固定された肩にこの肩パーツをはめるとこんな感じ。一気に騎士っぽくなったでしょ。肩から下もイモジャの関節を使用。関節周りにレッドミラージュの装甲を取り付け、そこに少しジャスティスのパーツを取り付けていい感じにミキシングしていくとこんな感じ。いつの間にか粉みじんになっていた。いや俺だってたまには失敗することだってあるんですよ。こういう時だってあるんですよ。だってミキシングじゃないですか。というわけで仕方ないので路線変更。イモジャの腕をベースにして内面に3ミリのポリキャップを仕込み、反対側には腕になりそうなパーツを選び、レッドミラージュのパーツを取り付けていきます。ただちょいとイモジャの腕は短いのでプラ板で3ミリ延長します。その後延長した部分をパテで鳴らしながら罪悪感をごまかすように粉みじんになったパーツを貼り付けていきます。なんとかなったぜ。お次は確実に手こずるであろう足。レッドミラージュのふくらはぎにはエンジンが仕込まれているので、なんとしてもここは活かしたい。なのでレッドミラージュの足をベースにしてジャスティスの関節を仕込んでいきます。まずは大きさのバランス調整も含めて太ももをざっくりカット。そこの内面にジャスティスの太ももの関節を仕込み、足の付け根がロールで回転できるようにします。余ったジャスティスの膝関節は程よくカットしてレッドミラージュに埋め込みます。さらに足首にはすねを大胆にカットしたところに
イモータルとインジャの関節を無理くり組み合わせてすね部分に仕込みます。仕込んだ足首関節がこんな感じ。ここまでである程度動くようになったので、ここからは走行。足首の走行はでかすぎるので、レッドミラージュの余剰パーツの中に一回り小さいレッドミラージュの足首周りの走行があるので、こいつを使います。走行の内面にインジャの走行を仕込んだら足に取り付けられるようになります。さらにつま先はレッドミラージュだとちょい大きいので、イモータルジャスティスのつま先を移植。そんな感じで大体のバランスを取った足がこんな感じになります。ちょいとディティールが足りないよって思うところは、全体のバランスを見てからディティールアップをしていきます。最後に頭部。頭部はインフィニットジャスティスをベースにします。頭部にはまずこのクソデカプラノコでトサカの中心を切り裂いていきます。その後棒ヤスリで幅を広げてからレッドミラージュのブレードを取り付けます。そしてブレードの大きさに合わせてジャスティスの装甲を盛り付け、バランスを取った頭部がこんな感じ。とりあえずファトゥムはこれから改造するとして、一旦ここで全体を見てみよう。なかなかいい感じのジャスティスになっているのではないでしょうかと個人的には思っていたのだが、しかしここまで作り込んだのだが、デカールの身内に頭部をダメ出しされた。やはりトサカがなければレッドミラージュとミキシングしている感がないと。一応この眠れない男もチャレンジしており、試作はしていたのだが、トサカはコナミ人になった。やはりこういうのは設計図が大事よ。俺が間違っていた。感覚でやっちゃいけない。イラストレーターでどれくらいの大きさがちょうどいいのかを確認して印刷。この型紙を使ってクソデカのトサカはまだほぼ無傷なので、これを型紙にして切り抜けば完成ってわけですよ。これをヤスリで整えて接着したのがこんな感じ。なんとかいい感じに収まったな。ここからは武装類。まず先ほど使ったトサカの余剰部分をファトゥムの先端を斜めに切って接着。後ろのファトゥムでもトサカアタックができるってわけです。その他には根元にはレッドミラージュの腰パーツを味付け、羽の根元にはスカートの余剰パーツを取り付けてディティールアップ。ライフルには縦の固定軸を切り落とし、中間に接着、よりメカっぽく仕上げます。そして鉄血系で余っている関節をファトゥムの下側にレッドミラージュの腰パーツと一緒に増設、ウィングパーツっぽくします。全体がこんな感じ。もともとレッドミラージュは背負い物がなかったので、ディティールアップとしていろんなところにパーツを散りばめました。縦にはレッドミラージュの盾を使います。裏側にはイモジャの盾を仕込み、3mm 軸を設置できるようにします。腕の方にも 3mm の穴を設置し、盾をマウントできるようにします。ライフルは適当なジャンクパーツを程よく切り、先端に接着。さらにゲルググのビームライフルを生贄にライフルの下部に接着。ディティールアップしてロングライフルの出来上がり。最後にディティールアップ。物足りない部分にプラ板を貼り付けていきます。やり方は簡単。追加したいモールドのところに追加したいモールドをシャーペンで書いたら、マスキングテープを貼り、そして剥がし 0.5mm のプラ板に貼るとうっすら鉛筆の跡がつくので、切り取って少しヤスリがけをしたら貼り付けていきます。地味な作業だが、これをいろんなところにやっていきます。さらにタガネによる追加モールド、プラ板だけではなく追加したい部分にさらに鉛筆でモールドを描き、デザインナイフで溝を作ったら 0.1mm のタガネでモールドを彫り、ヤスリがけ。さらに深く掘れたら今度は 0.2mm のタガネでより深く掘り、しっかりしたモールドにします。これも大変だが、いろんなところにやっていきます。最後のディティールアップはスピンブレイド。こいつは超お手軽。まだ物足りないよっていう部分に丸いモールドを追加することができます。しかしやりすぎると貫通してしまうので、力の入れすぎには注意です。そんなこんなでディティールアップしたのがこんな感じ。いつも通りパッと見はよくわかんないです。塗装してからのお楽しみってやつですよ。さてここで改造終了って思っちゃいないだろうな。結構パーツが余っているなら、オリジナルのブーメランユニットを作るしかないよな。というわけで、あり合わせのパーツでオリジナルのブーメランユニットを作っていきます。後ろのユニットには前回のエンゲージで余っている腰パーツを使います。こいつに他の余っているウィングパーツを組み合わせ、余剰パーツを継ぎはぎするとこんな感じ。余ってジャンクになりかけているパーツで組んだ割にはなかなか近い感じに仕上がったのではないでしょうか。ちなみにこの背面ユニットは美少女で言えばいわばケツの詳細な改造はぜひメンバーズシップで楽しんでほしいぜ。大体の改造が終わったら一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつけを良くします。
その上から全てのパーツをミスターサーフェイサーブラックで黒く染め上げます。染め上げたらここでまずブースターなどにはスターブライトシルバーを下地にして純色シアンで綺麗な青色のブースターにします。目元のカメラアイなどには蛍光ブルーグリーンで仕上げます。その他の武器は塗り分けが大変にならないように各パーツ塗りやすい順番でスターブライトシルバー、シャンパンゴールド、フレームメタリックで塗り分けていきます。ここまで終わったらメタリック部分をマスキングして再び全てのパーツを黒くしてからメインの色の白を下地の黒を少し残しながら塗っていきます。この白は3段階に塗り分けしていきます。さらに腰や足首パーツなどにはジャーマングレーにフレームメタリックを足して灰色のメタリックに仕上げます。この色は2段階に色分けします。メインカラーができたらすねなどに塗る赤、ここにはフレームレッドにペンキレッドを混ぜちょいオレンジ寄りの赤を塗っていきます。この赤は面積の多い部分だけ調色してオレンジ寄りの色を塗り分けていきます。これで大体の塗装は終了。マスキングを剥がしたら細かい部分を筆で塗っていきます。まずは目元、目の周りはエナメル塗料のブラックを塗ります。はみ出してしまった部分は綿棒で調整。さらにファレホのブライトブロンズで塗りづらかった部分を金色で塗装。これで少し上品な仕上がりにしていきます。細かい塗装が終わったらデカール。デカールは市販で売っているデカールを使います。白いパーツには赤のデカールを、そして暗いパーツには白のデカールを悪目立ちしないように端っこに貼っていきます。さらにミラージュ騎士団などのマークには本来のデカールだと色が合わなくなってしまうので、デカールの身内に色を合わせて印刷してきてもらいました。ちなみにこのデカールを持ってきた時に身内はいらんことを言ってきて、実はこの騎士団のマーク、阪神タイガースが元らしい。縦に T、横に H。もう本当に阪神タイガースにしか見えなくなってきちった。どうしてくれるんだ。ちなみに実際に記事があるので下の概要欄に URL 貼っておきます。気になったら見に行ってね。このまま使うと水にインクが溶けてしまうのでクリアのトップコートを塗ってから他のデカール同様に水につけて貼り付けていきます。デカールが貼り終わったら一度艶消しを全体に塗り、よく乾燥させたミスター墨入れブラックを使い汚し塗装をしていきます。これを全体に塗っていくのだがエナメル塗料なのでこれ塗りすぎてしまうとパーツが割れる恐れがあります。なので塗りすぎには注意しつつ全体に黒のエナメル塗料を塗っていきます。この時ついでに墨入れもしていきます。塗れたら今度はエナメル薄め液を綿棒に浸し液だれなどを意識して拭き取っていきます。そうするとワントーン落ちてダークな感じに仕上がります。これだけだと汚し塗装はまだ物足りないのでここにエナメル塗料のブラックをスポンジに染み込ませてティッシュでカラカラにしたのをパーツに押し当てていきます。この時隅っこの方に押し当てていくと綺麗に仕上がります。そしてこの黒の上から同じ要領でフラットアルミをスポンジに染み込ませて塗っていきます。そうすることにより塗装が剥げた感じでいい感じの汚し塗装になるってわけです。そして再びトップコート、艶消しとクリアをハーフに混ぜ全体に塗っていきます。いつもならこれで終わりっていう感じなのですが、トップコートが終わったら最後に今回は 3mm のケーブルを用意したのでこいつを追加のオプションユニットにエポキシ接着剤で接着。さらに反対側にはライフルにつなぐための関節を用意し接着して取り外しが可能になるようにします。これで全ての作業は終了。劇場版フリーダムで俺が感じたジャスティスはこんな感じのジャスティスだったぜ。
今回のレッドミラージュはいかがだったでしょうか。よく見ればジャスティス、オプションユニットをつければレッドミラージュだと自分は思っています。原作ファンはブチギレな改造かもしれませんが、衝動が抑えられなかったすまん。そして説明しきれなかった部分は後ほど編集してメンバーズシップの方にウップするので、ぜひチェックしてみてくれよな。さて今日の動画はこんな感じ。次はこのモーターヘッドをミキシングしてくれよって思ったらコメント欄にコメントしていってほしいぜ。あとチャンネル登録とグッドボタンもよろしくな。はーん、ここからはおまけパートだぜ。今回はチラッとだがアンケートを取っていた。アンケートに回答してくれた視聴者の方、みんなありがとう。1のより詳細な改造はこれからできるだけ細かく撮影するため、ミキシングや改造で説明しきれなかった部分はメンバーズシップで上げていこうと思うぜ。さらにその他で作業風景で見てみたいものがあったらコメントくれよな。ちなみに今日はなんでエクゾディアの格好かって、ネタ枠で入れたエクゾディアがなんでか2位なんだよ。エクゾディアもこれから料理以外いろいろ模索していこうと思うぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。消えちゃったらどうしようなんて到底考えられない。当たり前に浸ってる僕らはこの目で見て感じた痛みだけが全てなんだと笑った何も恐れず